の海からこんにちは。DIY VTuber の東雲はつりです。今回は案件動画ではないんですが、ある企業様から無料で物品提供をいただいたので、それをね、改造していこうと思います。はい。というわけで今回は、このクレーンゲームをオンラインクレーンに改造したいと思います。もともとはこのおもちゃのクレーンゲームをオンラインクレーンに改造しようと思ってたんですよね。オンラインクレーンを作って YouTube ライブで視聴者の皆さんと遊ぼうと思ってたんですよ。そしたらこのツイートですよ。本物のクレーンで作れるんやったら本物使いますよね。今回はこのクレーンゲームを取りに行ってオンラインクレーンを作ってみようっていう動画になります。はい、というわけで 130kg 850×850mm の筐体を運ぶためにパワーゲート付きのサンバートラックを借りることができました。ハンドルをね、勢いよく回してもすっごいクイックについてきます。スバルが自社製造していた独立検査の足回りが最高ですね。パワーゲートもめちゃくちゃかっこよくて大興奮です。というわけで、秋葉の X、秋葉中央店にやってきました。店の前のあいつがもらえるみたいですね。今回お世話になる秋葉の X、秋葉中央店さんは秋葉のど真ん中、秋葉原電気街交差点を明神通りに入ってすぐのところにあります。クレーンゲームもやってますが、主にホビー、中でもフィギュアの買い取り、販売を行ってるお店になります。秋葉でフィギュアを買うときは皆さんぜひ利用してください。早速積んでいきます。パワーゲートが浅くて危ない。いや、130キロってマジで重いですね。いよいよお家に搬入していきます。窓を外したり、紆余曲折ありましたが、なんとか搬入成功です。窓を外すときに、カーテンレールが完全破壊されました。気を取り直してね、早速遊んでみましょう。ちゃんと動きますね。いやー、楽しくなってきましたね。家にクレーンゲームがあるのが面白すぎて、みんなでめちゃくちゃ笑ってたんですけど、次の日一人でリビングにクレーンゲームがあるのを見ると、急に冷静になりましたよね。どうしてこうなった？早くオンラインクレーンゲームに改造しないと、リビングに無意味にクレーンゲームがあるだけという、その事実だけ受け入れなければいけなくなります。でもね、いいこともありました。未だかつて、ここまで小銭を置いておくのに適したコイントレイが存在したでしょうか。異常にしっくりきます。それではね、改造するためにまずは分解していきますか。まずはフロントパネルを外します。このフロントパネルはね、もうバッキバキです。なんでこんなバッキバキなのかというと、開店作業中にお店の人がつまずかせて前転して頭からいったらしいです。操作パネルとかもぐちゃぐちゃになりそうなもんですけどね。フロントパネルが割れただけで済んだみたいです。重機とかもそうですけど、専用の用途のために作られた機械って美しいですよね。大きければ大きいほど、大きいボディを動かしたり維持するために機能や耐久性に特化した形になります。輸送にも耐えるような簡単には変形しないボディが前転にも耐えたというわけですね。オンラインクレーンにはフロントパネルは必要ないので、ここは外して終わり。この下の空間はどうなっているのかというと、コントローラー入れと、もう一つ下はトインケースになってます。コントローラーはサービスクレジットを入れたり、いろんな設定が変えられます。BGM もね、何種類かあります。クリスマスのやつとかね。コインはこの穴からこの穴に出てきて、コインチェッカーを通ってこの穴に入って最後にコインケースに落ちます。
花からケースまでほとんどワンストップの既製品かと思ってたんですけど、もしかしたら半分以上メーカーが作ってるのかもしれないですね。筐体の裏側を見てみましょう。肝心のメインボードは筐体を回転させたら裏側にありました。ここまで分解した意味あるのかって？分解しながら掃除をしてるので意味はありますからね。メインボードは捨ててしまって全部ラズベリーパイなどのマイコンで制御するのもありだと思います。おもちゃのクレーンだったらそれも全然ありなんですけど、業務用のクレーンの場合はテスト機能とか故障検知機能っていうのが充実してるので、それを捨てるのはもったいないですよね。本体に寄生して全く元通りに動くようにしながらオンラインクレーン機能もつくのが理想です。最悪ね、元に戻さずにそのまま売ることもできますからね。こういうアーケードゲーム機は取扱説明書に回路図が載ってるぐらいなので、電子工作ができる人やったらスイッチボットでサーキュレーターを制御するぐらいの気持ちで改造できるでしょう。寄生する基板のコネクターができたので、まずはこの基板を挟んで動くかチェックしてみます。ちゃんと動いてそうですね。次にメインボードから電源を取って寄生させるマイコンを動かしてみます。よし。順調です。あとは適当に家にあったパーツを適当にハンダ付けしたら寄生基板の完成です。これを間にかませるんですが、回路がおかしいとマイコンやメインボードが壊れてしまうこともあるので、ちょっと緊張しますね。煙が上がった時の絶望感。テストで100円を入れるプログラムを動かしてみます。これはもう勝ちが確定しましたね。本体を元に戻しましょう。カメラはね、こんな感じに設置しました。台を戻していって台を元に戻すともう完全にそれっぽい感じですね。全部拭き上げたのでピッカピカになりましたね。クレーンゲームは家の中に置いておくには場所を取りすぎるので、せめてディスプレイケースの役割も与えて初利の宝物を置いておこうと思います。景品じゃないですからね。まずはパタモン、あとは UFO キャッチャーで取りやすそうなピカチュウを買いました。ゲットといえばポケモンですからね。クレーンで掴まれ待ちの欲しがりピカチュウです。正体見たりって感じだな。ハサミさんにプニルの特装版強キスフラッシュエア同人誌初利のアクスタ、星のリアルミロさんのマグネットは磁石のくっつくエリアに貼りました。微熱さんのドット絵の画集も飾ってみましょう。ちょっとね、パタモンがでかすぎることが分かりました。パタモンの代わりにはスヌープドッグにしよう。推しのサインも追加して、なんだかね、気分超盛り上がってきましたよね。アームの化粧板もオリジナルのものを作りましょう。このクレーンゲームの名前はアンクレです。好きなものを置いてゲットできるようになったので、このクレーンで案件もらえないかなって、案件が欲しい、案件をくれ、案件をクレーンってわけですね。小林製薬方式ですね。日本人のすべてのカルマを引き受ける製薬業者を超えた小林製薬の社会意義。見栄えが良くなったので、いよいよオンラインクレーンを動かしていきますか。すでにザ・インターネットに公開されているクレーンのページにアクセスすると、まずはパッと見何かわからない秘密のコンソールが出てきます。そしてパスワードを入力します。すると1分待つか更新をするか、またはサービスはやっていませんと出てきます。適当ですね。30秒に1回ぐらい抽選を行うようになっているので、抽選に当たるとクソデカボタンが出てきます。ボタンを押すとコインが自動で入ってゲームが始まります。ボタンの光がね、無駄に同期してるのがこだわりポイントです。あとはね、この可愛い BGM ね。
今イケイケの可愛い系コンポーザー、会津タカさんに作っていただきました。ありがとうございます。クレーンで掴まれ待ちの欲しがりピカチュウ。ゲットだぜ。いや、アームを強くしすぎたかもしれません。ピカチュウがねじ切れそう。よし、いけそういけそう。やったー。コングラチュレーション。1回にプレイなので戻します。これをね、ライブでやってなんか物もらえたら楽しいなって思うんですけど、クレーンゲームの景品って日本の風営法の影響で700円、800円まで、今年から1000円までなんて言われてるじゃないですか。ところがですね、調べたらオンラインクレーンって風営法関係なくってやりたい放題らしいんですよ。なんかずるいですよね。まあ法律が許しても YouTube 君が許してくれるかはわからないので、探り探りやっていこうかなと思います。はい、皆さん、今回いかがだったでしょうか？おもちゃのクレーンをオンラインクレーンにしようと思ったら、本物のクレーンがやってきて、公開したり、改造したりしました。これを魚に YouTube ライブとかもやっていこうかなって思います。今回面白かったよって方は、チャンネル登録 X でシェアしたり、YouTube コメントをいただけると嬉しいです。改めて、今回お世話になった秋葉の X、秋葉中央店さんは、秋葉のど真ん中、秋葉原電気交差点を明神通りに入ってすぐのところにあります。会津高さんは、もうすぐ大手の V の曲とか書いてそうな気がするので、今のうちにチェックしとくと、さんずらできそうですね。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。